つもご視聴いただきありがとうございます。今回は2024年6月の画材購入品の紹介をします。シャトルアート、テンペラペイントスティック、黒用、グラフィックマーカー、パスタ、ホルベイン、透明水彩分離色と草壁、グラヌレーションカラー、プレタケ、岩彩単美、グラヌレーションカラーセット、チャイナの画材ブランド、マリーズのアクリルマーカーペン。以上をレビューします。お茶でも飲みながら、のんびり見てくださいね。これは、テンペラペイントスティックという画材です。ルネッサンス美術史で習ったのは、テンペラとは、顔料に卵を混ぜて作った絵の具ってことでしたが、この商品は、それと同じものとは思えません。私の、以前の動画で紹介したことがある、水溶性のクレヨンとそっくりです。テンペラは、クレヨンよりも太くて、不透明度が高く、色がこってりと塗れます。数分で、完全にサラサラに乾き、色を移りすることはないです。テンペラペイントの色見本です。このセットは、パステルカラーですが、他の色のセットも販売されています。こちらは、クレヨンの色見本です。テンペラペイントは、クレヨンのような塗りカスが出ません。テンペラペイントは、混色できます。重ね塗りもできます。水で伸ばすこともできますが、完全に乾く前の方が溶かしやすいです。乾燥後は、いろんな筆記用具で重ね書きができます。ただし、色鉛筆は、芯が柔らかいものの方が相性がいいです。透明度が高い、トンボやポリクロモスは向いていません。水性マーカーは、相性バッチリ。ゲルペンは、太字の方が綺麗に描けます。アクリルマーカー、相性グッド。水彩絵の具で重ね塗りもできます。マジックペンも大丈夫です。黒用のパスタは、私は14色持っていますが、全部で35色あります。セットと、バラ売りで買うことができます。芯のリフィルも売られています。パスタは、クレヨンとテンペラと比べると、一番透明感があります。テンペラと違って、指でこすって、ぼかすことができます。クレヨンやテンペラより、綺麗に水に溶け、最も発色がいいです。混色と、重ね塗りもできます。塗った上から、トンボやポリクロモスのような、固めの芯の色鉛筆でも描くことができます。ただし、細字タイプのゲルペンは、あまり相性が良くないようでした。テンペラとパスタは塗り絵の背景に使えそうですが、手帳やジャーナル制作にも便利だと思います。制作例を紹介します。パスタを使ってステンシルを試してみました。100均のまな板はパレットとして使います。汚くなったら惜しまず交換できるところがいいです。スタンプインクの代わりに使えないことはないけれど、やはり練習が必要ですね。コピー用紙のような薄い紙は裏写りしました。ホルベインの新商品、分離色の透明水彩絵の具です。全部で
24色の分離色が発売されていますが、私は、すでに、死ぬまでに使い切れないほどの絵の具を持っているので、全色買うのは控えました。頬のカラーサンプルは、左側の列が、方面に凹凸がある水彩紙に塗ったもの、右側の列が、塗り絵の本のような、方面がつるっとした紙に塗ったものです。やはり、水彩紙に塗った方が、色が綺麗に分離します。分離色は、水をたっぷり使用すると、表情が豊かになります。この絵の具を使って、塗り絵を塗ってみました。この塗り絵は、コットン 100% の水彩紙にプリントアウトしてから塗りました。背景に、ホルベインの分離色を使用しています。人物は、インクテンスで塗っています。分離色は、完全に乾くまで、仕上がりが予想できないところが面白いと思います。草壁で購入したのは、こちらの2色。12種類の分離色と、6種類のステイニングカラーが新発売になっています。頬の左側の列は、水彩紙、右側の列は、つるっとした紙に塗っています。この色をベースに、他の色と混ぜてみました。混ぜた色は、ステイニングカラーと呼ばれる、ルーシュが細かくて、グラヌレーションカラーよりも、紙の目に染み込みやすい色です。グラヌレーションカラーは、紙の凸面、ステイニングカラーは、紙の青面に定着するので、自分で分離色を作ることができます。とは言っても、既製品の分離色は、ケミストリーの力を駆使して作られているので、混ぜただけの自作分離色は、やはりいまいちな感じです。グラヌレーションカラーか、ステイニングカラーかの確認は、それぞれのブランドの公式サイトにある、カラーチャートで確認できます。次の紹介は、呉竹の岩彩、グラヌレーティングカラーセットです。たくさんの YouTuber が紹介していて、欲しかったのですが、売り切れで、手に入れるのに1ヶ月待ちました。いろんな紙に塗って、8色の実験をしました。どのタイプの紙でも、面白い表情が出ていると思います。この岩彩を使って塗り絵をしてみました。正直、とても難しかったです。髪の毛とジャケット、壁紙に岩彩を使用しましたが、この絵の具の良さが全く活かせていません。この塗り絵の本の紙質は、岩彩だと、とてもムラになりやすくて、筆の塗り方をコントロールするのが大変でした。こちらは、この塗り絵の本を、水彩紙にプリントアウトしたものを塗りました。水をたっぷり使って、とても薄めた岩彩を、何層も塗り重ねました。思い通りに使いこなすには、たくさん練習が必要みたいです。ところで、この岩彩は、ブラックライトに反応するので、蛍光塗料が含まれていると思います。対抗性はあまりないと思うので、大切な作品は、スキャンするなどして、デジタル化した方がいいかもしれません。最後に、アクリルマーカーの紹介です。Amazon で売っている中国製のアクリルマーカーは、ポスカと同じように使用できますが、大きな違いは、ニブの形状です。ブラシタイプの方が、紙の表面を傷つけないので、塗りやすいです。また、ポスカと違って、使用前に、本体をカシャカシャ振る必要はないです。アクリルマーカーペンは、チューブのアクリル絵の具よりも、手軽に使えるので、塗り絵の背景によく使っています。
最近、60色セットが新発売になったのですが、6000円前後と、まあまあいいお値段だったので、激安中国通販サイトのティムで、こちらを買ってみました。こっちは、ケース付きの60色セットで、2700円でした。2部は、ブラシと、細地の、ツインタイプです。どの中国製画材、全般的に言えることですが、キャップの色は、中のインクの色と、異なることが多いので、必ず色見版を作ることをお勧めします。マリーズと、アーテックスのインクと比較してみると、透明度に大差はなさそうです。もしかしたら、インクの量に差があるのかもしれませんが、その点については、まだ確認していません。アーテックスの2部の方が、柔軟性があり、マリーズの2部の方は、少し固めです。マリーズのマーカーで、この塗り絵を塗ってみます。フレーミングガーデンという名前で活動されている、ロシアのイラストレーターの塗り絵本です。彼女の描く、アクリル画がとても好きだったので、この本を買いました。戦争のせいで仕事が少なくなり、今は、ロシアを脱出してポルトガルに移住したとか。本当に、早く戦争が終わるといいですね。このページを塗りました。Amazon 出版の本なので、紙質はよくありません。私は、重ね塗りをたくさんするつもりだったので、あらかじめ、これを下地材として塗りました。紙の表面が、毛羽立つのを防いでくれます。背景の黒は、100均のアクリル絵の具を使いました。マーカーの黒よりも、こっちの方が濃い色で塗れます。今回の画材紹介は、これでおしまいです。動画に出てきた商品は、すべて概要欄にリンクが貼ってあります。この動画が皆様の参考になれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。